皆さん、こんにちは。今週も、シャドウハウスの感想を語っていきます。今週は、かなりアニメオリジナル要素が入ってきました。そのあたりも踏まえお話しします。今週は、先週コーヒーを飲んで洗脳状態になったエミリコのシーンからスタートです。シャドウハウスのルール通りのことしか言わないエミリコを、いつものエミリコに戻すためにケイトが奮闘します。ヒント探しで、エミリコの部屋を訪れたケイトは、エミリコのノートを発見し、以前、ローズマリーがスエマイにかかった時の記述を発見します。ケイトは、そのことをヒントに、エミリコに水を飲ませます。最初の方は、普通に飲んでいたエミリコですが、際限なく注がれる水を飲まされ続け、吐いてしまうエミリコ。それでも解けないエミリコの洗脳を解くために、ケイトは、さらに水を飲ませます。何度も吐いてしまい、泣いてしまうエミリコを見かねて、さすがに心が痛み、やめさせようとするケイトでしたが、エミリコの洗脳が解けていました。そして、ケイトは、エミリコを休ませつつも、大事な話があると話し始めます。一旦場面は変わり、外の世界へ。村で子供たちが集められています。そこにいるのは、お披露目を観戦していたシャドウハウスの大人。集められた子供の中で、めぼしい子供たちにコーヒーを飲ませて館に連れ帰りました。先週、エドワードが解説していたシャドウ誕生のシーンですね。そして、場面は、エミリコとケイトの話に戻ります。ケイトは、エミリコたち生き人形がもともと人間であったことや、シャドウハウスの秘密をすでに知っていました。ちなみに、その話を聞いて、びっくりする前に、人間としての自分の顔を見て喜ぶエミリコが微笑ましかったです。その話をした後、少し時間が経って、エミリコの部屋を訪れると、エミリコが拉致されていました。この辺は、原作ではなかった展開です。ケイトは、助けを求めて、ジョンの部屋に行き、事情を説明します。その際、生き人形が人間であること等の話も一緒に話します。ここも完全にアニメオリジナルです。ケイトが、ジョンに、この秘密を話すのに、原作で、かなり面白いエピソードがありますが、おそらく、尺の都合か割愛されています。機会があれば、後日この辺もお話しします。ケイトの話を聞いたジョンは、洗脳状態にあるショーンに気持ちをぶつけるために殴りかかります。最初は、主人に手を挙げないようにしていたショーンでしたが、ついに反撃。何度も殴り合った後、最終的に、ショーンの洗脳が解けました。ジョン様の主人公感が素晴らしい。そして、その後、パトリックの部屋に訪れたケイトたち。同期が完全に揃いました。ここもアニメオリジナルです。ケイトは、エミリコがさらわれたことを話すと、ルイーズが、生き人形のようなものを運んでいる人を見たとのこと。そして、その人は、顔は隠れていましたが、エドワードであることも確信していました。そして、エミリコは、その話の通り、エドワードに捕らえられていました。同期のみんなで、エミリコを助けに行こう、というところで今週は終わりです。今週から、かなり大胆に、アニメオリジナルの展開になりました。以前から話していますが、やはり残るのはスーでは、かなり中途半端な区切りになってしまいますので、思い切って、アニメオリジナルの展開にしたんだと思います。個人的には、悪くない改編ではあると思いますが、原作でかなり面白かったエピソードが、かなりカットされている点は残念ではありました。ただ、ストーリー的に結構熱い展開になりそうなので、楽しみでもあります。原作では、同期がこのように揃うのは相当先なので、アニメで見られるのは嬉しかったです。おそらく、来週は、ほぼ 100% オリジナルの展開になりそうではありますが、どのような展開になるのか楽しみに待とうと思います。それでは、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。